今月の給与明細を見て、手取りの数字だけ確認して、そのまま閉じていませんか。額面は少し上がったはずなのに、なぜか手取りが思ったほど増えていない。そんな不思議な違和感を抱いている方も多いのではないでしょうか。その違和感は、もしかすると2026年春から始まった新しい負担と関係しているかもしれません。お金と自由の航路へようこそ。船長です。世間では子ども子育て支援金や社会保険料の負担についていろいろな報道や意見が飛び交っています。不満を感じる方がいるのもとても自然なことだと思います。ただ今回の動画で一番お伝えしたいのは制度への怒りではありません。大切なのはまず自分の給与明細で何が起きているのかを知ることです。自分の家計にどれくらい影響があるのか、そしてその変化にどう備えればいいのか、そこを冷静に確認していきましょう。前提として結論は人によって変わります。今日は初心者がつまずきやすいポイントに絞って話します。投資や貯蓄の最適解はそれぞれの目的や家計状況によって変わります。ここではありがちな落とし穴として一般論を分かりやすくまとめます。額面が変わらないのに、あるいは少し増えたはずなのに、手元に残るお金が増えにくい理由を一緒に確認していきましょう。まずは今、何が新しく始まっているのか、その正体についてお話しします。ニュースなどで耳にすることが増えた子ども子育て支援金という制度が2026年度から始まっています。これは新しく給与明細の中に支援金という独立した項目が必ず増えるというより、私たちが毎月支払っている医療保険料と合わせて負担する仕組みです。会社員などの被用者保険では2026年4月分の保険料から始まり、実際には5月の給与天引きから反映されるケースが基本です。そのためパッと明細の項目を見ただけでは何が変わったのか分かりにくい。ここがややこしいところです。つまり手取りだけを見ていると、なぜ増えないのか、なぜ少し重く感じるのか、その理由が見えにくいのです。政府は社会保障の歳出改革などによって支援金による負担は相殺されるため、支援金導入に伴う実質的な負担は生じないと説明しています。一方で私たちの給与明細や家計の感覚としては、新しい仕組みがどう反映されているのかを確認しておくことが大切です。では、この新しい負担によって私たちの手取りは具体的にどれくらい影響を受けるのでしょうか。ここを知らないと手取りの数字だけを見て、ただ漠然とまた何か引かれているという不安だけが残ってしまいます。この後、年収別にどれくらいの負担感になるのか、ざっくりとした目安を見ていきます。ただし、実際の金額は加入している医療保険の種類、扶養の状況、給与額、賞与の有無、そして標準報酬月額によって変わります。標準報酬月額とは、社会保険料を計算するための給与の目安のことです。実際の毎月の給与そのものではなく、一定の区分に分けた金額をもとに社会保険料が計算されます。人によって段階が細かく分かれているため、ここで出す数字はあくまでざっくりとしたイメージや目安として捉えてください。会社員などの被用者保険では2026年度の本人負担の目安として、年収200万円なら月192円、年収400万円なら月384円、年収600万円なら月575円、年収800万円なら月767円、年収1000万円なら月959円。このような公式試算が示されています。例えば、年収400万円前後の方なら、2026年度時点では月400円前後の負担感、年収600万円前後の方なら、月600円弱の負担感が一つの目安になります。年間で見ると、数千円規模の負担感になるケースが考えられます。これだけを聞くと、それくらいなら、大きな影響はないと感じる方もいるかもしれません。
ただし、この負担は段階的に増えていく見込みです。2028年度の見込みでは、年収や加入している医療保険によって、年間で1万円前後の負担感になるケースもあります。さらに、共働き世帯で、夫婦それぞれが厚生年金や健康保険に加入している場合、世帯全体で見ると、負担の積み重なりは、無視しにくくなっていきます。ここで大切なのは、この数百円や数千円という金額だけで、家計が急に苦しくなるわけではないということです。必要以上に強い言葉に振り回される必要はありません。本当に向き合いたいのは、この新しい負担単体ではなく、私たちの世代に重なる、いくつもの小さな負担の積み重なりです。特に40代や50代の会社員は、人生の中でもお金の負担が重なりやすい時期を後悔しています。身の回りの変化を思い出してみてください。電気代やガス代などのエネルギー費用、食料品や日用品の価格、外食や交通費、あらゆる物価の上昇が生活実感を直撃していますよね。さらに50代ともなれば、住宅ローンの返済がまだ残っている方もいます。子供の教育費の最後の追い込みや、親の介護に関する問題が同時に発生しやすくなる時期でもあります。それだけではありません。40歳を過ぎると、健康保険料に加えて、介護保険料の天引きが始まります。この介護保険料の負担も、年齢を重ねるほど、家計の中で意識しやすくなっていきます。つまり、今回の子ども子育て支援金という、一つの波だけでなく、物価高、教育費、住宅費、介護保険料、そして既存の社会保険料の変化という、複数の荒波が同時に押し寄せているのが、50代の現在地なのです。少額に見える新しい天引きでも、これらすべての負担が重なることで、家計の余裕がじわじわと削られていく。その感覚を生み出します。額面が変わっていないのに、なぜか貯金が増えない。昇給や手当があったはずなのに、思ったほど手取りが増えた実感がない。こうした違和感は、このような背景から生まれているのですね。私自身も、若い頃は給与明細を見ると言っても、ほとんど手取り額だけを確認していました。控除欄を見ることもありましたが、健康保険料や厚生年金が、どういう仕組みで引かれているのかまでは、あまり深く考えていませんでした。ただ、合計でこんなに引かれるのか、高いな、そんな感覚だけはありました。特に30代くらいまでは、手取りの合計を見て、今月はこれくらいかと確認して終わり、そんな見方をしていたと思います。40代以降になってようやく、何がどれくらい引かれているのかを、少し細かく見るようになりました。そして今振り返ると、給与明細は、手取りだけを見るものではなかったと感じます。控除欄を見る。前年同月と比べる。社会保険料がどれくらい引かれているかを見る。そして、固定費や投資額とセットで考える。ここまで見て初めて、今の家計の現在地が見えてきます。では私たちは、この状況に対して、どのような防衛策を取ればいいのでしょうか。後半では、給与明細のどこを見ればいいのかを、具体的に確認していきます。制度名だけを聞くと難しく感じますが、給与明細で見るべき場所は、実は限られています。まずは今月の給与明細の控除欄を、じっくり眺めてみましょう。確認すべきポイントを整理します。一つ目は、健康保険料の欄です。新しい支援金は、医療保険料と合わせて、負担する仕組みになっています。そのため、健康保険料や関連する控除項目の変化を、前年同月と比べて確認してみましょう。二つ目は、40歳以上の方が対象となる、介護保険料の欄です。こちらも、毎年のように負担の目安が、見直される場所です。三つ目は、所得税と住民税の欄です。毎月の給与から差し引かれる税金として、ここも必ず確認しておきたい項目です。そして、厚生年金保険料と雇用保険料の欄も、合わせて確認しておきましょう。これらすべてが差し引かれた結果が、皆さんの手元に残る差し引き支給額、
つまり手取りの数字になっています。なんとなく手取りの合計だけを見る習慣を今日から少し変えてみましょう。おすすめのアクションは、今月の明細と前年の同じ月の明細を横に並べて見比べてみることです。支給額である基本給や手当がもし数千円上がっていたとしても、控除欄の健康保険料や税金の合計がそれ以上に増えていれば、手取りの数字は思ったほど増えていないという現象が見えてきます。ここで大事なのは、誰かを責めることではありません。自分の給与明細の中でどの項目が増えているのか、どの負担がじわじわ重くなっているのか、それを見える化することです。原因が分かれば、正体の分からない不安は少し小さくなっていきます。自分の家計で何が起きているかを正しく把握することこそが、後悔の安全を守る第一歩なのです。ここからは50代が今日からできる家計防衛策をまとめます。手取りの減少を自分の力だけで止められない部分もあります。それでも家計全体のバランスを整えることで、手元に残る自由なお金を増やしやすくなります。具体策の一つ目は、固定費を一つだけ今月中に見直すことです。固定費の中でも早めに見たいのは、通信費、保険、サブスク、そして電気代です。どれも毎月自動で出ていくお金なので、一度見直すだけで効果が続きやすい支出です。まず通信費です。長年見直していない携帯電話のプランや、大手キャリアの契約を格安プランに切り替えるだけで、月々数千円の余裕が生まれるケースがあります。これは今回の負担増を和らげる大きな見直しになることがあります。次にサブスクです。動画、音楽、クラウド、アプリ、ニュース、学習サービス、一つ一つは数百円から1000円台でも、複数重なると毎月かなりの金額になります。今も本当に使っているものなのか、なんとなく契約が残っているだけなのか、一度クレジットカード明細と合わせて確認してみる価値があります。そして電気代です。電気代は完全にコントロールできるものではありませんが、料金プランや契約アンペア、使っていない家電の待機電力、エアコンの使い方など見直せる余地がある場合もあります。小さな節約でも毎月続けば年間では大きな差になります。2つ目の対策は、生命保険や医療保険の内容を確認することです。50代になり子どもの教育費のめどが立ってきたなら、現役時代と同じ高額な死亡保障が今も必要かどうかを一度見直してみる価値があります。日本の公的医療保険制度には高額療養費制度という仕組みがあります。万が一の病気や怪我でも個人の窓口負担には一定の上限が設けられています。もちろん必要な保障は家族構成、健康状態、住宅ローン、貯蓄額によって変わります。だからこそ民間保険の内容を確認し、今の家族構成や貯蓄額に合っているかを見直してみることが大切です。不要な保障が残っている場合は、その分を貯蓄や生活防衛資金に回す選択肢もあります。3つ目の対策は、新NISAでこの積立額を無理に増やしすぎないということです。ただし、これは投資を減らせばいいという話ではありません。生活防衛資金を確保した上で、自分が耐えられるリスクの範囲内なら、できるだけ長期運用に回したいという考え方はとても大切です。私自身も投資は将来の自由を作るために大事な選択肢だと考えています。ただし、不安に押されて生活費まで投資に回してしまうのは違います。大切なのは、攻めるお金と守るお金を分けることです。もし収入が減ったり、新しい天引きが増えたりしたなら、まずは手元の生活防衛資金を削らないことを優先してください。その上で、新NISAでこの積立額が無理なく続けられる金額になっているか確認してみましょう。途中で積み立てをやめてしまうことはできれば避けたい事態です。収入が減っても
淡々と長く続けられる無理のない投資金額に設定を調整しましょう。大切なのはやめない仕組みを作ることです。支出をコントロールし、自分のリスク許容度の範囲内で退屈な投資を淡々と継続する。難しい話もこうして要素に分解して一つずつ実践していけば必要以上に恐れることはありません。家族で手取りの現実と毎月の支出のバランスを共有し、一緒に対策を話し合うのも良いアクションですね。知らずに不安になるのと知って準備するのとでは未来の見え方が変わってきます。まずは今月お手元のスマートフォンや紙の明細で控除欄の数字を一度チェックしてみましょう。そして通信、保険、サブスク、電気代、この中から一つだけでいいので今月見直す項目を決めてみてください。制度に対して不満を感じることは自然です。ただ怒りだけで終わらせるのではなく、自分の給与明細を見て自分の家計で何が起きているかを知ること、そして生活防衛資金を守った上で無理のない範囲で長期運用を続けること、この2つが50代からの手取り防衛ではとても大切だと思います。制度変更に振り回されるのではなく、自分の家計の舵を自分で握ることが大切です。小さな見直しを積み重ねることでこれからの航路安心して進みやすくなるはずです。自由を選ぶための道具であるお金を自分の手でしっかり守っていきましょう。この動画が少しでも参考になった方、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。これからも50代からのお金の不安を一緒に整理していきたい方は、ぜひ次の航路にもご参加ください。皆さんの航海がこれからも穏やかで素晴らしいものになることを願っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。